こんにちは。今日は私がパリで気に入ってるレストランやカフェ、パン屋などを紹介しようと思います。結構ね、パリには旅行に来る方って多いと思うので、よくおすすめを聞かれるので、今日はここで紹介しようかなと思います。まずカフェから。パリはいわゆるブラッシーだったりカフェっていっぱいあるんだけど、ああいうとこで飲むエスプレッソも美味しいし、パリの雰囲気を味わえるっていう意味ではそういうタイプのカフェも私は好きでよく行くんですけど、っていうよりももうちょっとモダンなカフェ、日本にたくさんあるようなああいうモダンなカフェを今日は紹介します。まずね、カフェの名前はキャンドルキッズっていうお店です。まだこのお店をオープンして多分1年ぐらいしか経ってないと思うんですけど、19区と20区のジョーダン・ピレネっていう駅の間にある、カフェなんですけど、なんか雰囲気が良くて好きなんですよね。パリって結構どこのお店も割とタイトなところが多くて狭いところが多いんですけど、このお店はね結構、スペースも広くて割とこうゆったり過ごせるカフェなので、そういう点が気に入ってます。兄弟2人がオーナーのお店なんですけど、なんかね、もともと洗濯屋さんの跡地みたいで、なのでそういうわけかなのかな、天井も高くてこうほんと広々とした空間が演出されてていいのと、あとねこう立地的にもこう角で太陽の光がすごく入るし、テラス席もあるし、ケーキとかそういうのもあるんだけど、そこのねチャイラテが美味しいです。結構こっちチャイラテとか抹茶ラテとかあるお店多いんだけど、日本で飲むものに比べるとだいぶ甘くないものが多いんですよね。で、私個人的に少し甘い方が好きなんで、ここのチャイラテはね甘みがあって美味しいのでおすすめです。でしかもね、近くにはベルビル公園っていう公園もあるので、あとビュートシューモンっていう公園もあるので、コーヒーテイクアウトして行くのもおすすめです。犬もたくさんいて癒されます。で、次がレストランはなんか気軽に行けてバンナチュールとか飲めるお店と、結構ちゃんと予約していくお店と2個あるんですけど、まずカジュアル系で予約とかもなしでパパッと行けて、私が気に入ってるお店は、サンタンボアズっていうところにあるフリアです。でフリアはねタコス屋さんなんですけど、タコスとバンナチュールが飲めるお店です。パリではねなかなかタコス屋さん、美味しいタコス屋さんってあんまりないと思うんですけど、フリアのタコスは結構美味しいし、あと何よりも予約とかもしないでパッと行って入れるところも結構好きだし、結構混んでるから時間によっては入れない時もあると思うんだけど、あとなんかカウンターとかあって立ちで飲めたりもするので、飲みながらちょっとつまんでっていうのができるほどいいお店なので気に入ってます。しかも結構遅くまで、2時までかな、1時、結構遅くまでやってるのも、ポイント高いです。エリア的にもマレとかレパブリックとか近いので便利な場所だし、なんか雰囲気も相まって私は結構好きです。で、次レストランではないんだけど、私が本当に大好きなお店は、そのフリアからも近いフォルダゴールというお店です。いつも割とにぎわってるんですけど、そこもバンナチュラと、ジェラートが食べれるお店です。なんかこの組み合わせが私は結構好きなのと、あと、そのお店の雰囲気も好きなのと、あとそこので働いてるエリーっていう私のお友達がいるんですけど、エリーが選んでくれるワイン美味しいし、エリーの人柄もすごく良くて一番お気に入りのスポットです。でそこのねジェラートはね手作りで作っていて、で種類もね10種類ぐらいある。でお店も3時からオープンしてるので、アイスのテイクアウトだったりアイスだけ食べるということもできるし、飲みたければワインと、ちょっとしたハムとかチーズとかそういうのもあります。でね、特におすすめの味はオリーブオイルです。オリーブオイルのアイスあんまりないと思うんだけどね、あそこのオリーブオイルのアイスすごい美味しい。少し甘いけど、甘いのが好きだったらおすすめです。フルーツ系のやつもあるんだけど、フルーツ系のやつよりもクリーム系のアイスの方がそこは私は個人的には好きです。ポルダゴールは
ワインのボトルを買うだけもできます。気軽系はこんな感じで、ちゃんとしたレストランで私が好きなところはパッセルっていうお店です。パッセルは、アーゼメチエっていう駅の近くなんですけど、いわゆるフレンチっていうレストランではないんですけど、なんか程いいんですよね。もちろんバナチョンも飲めるし、なんか料理のクオリティも何食べても美味しいし、こう全体的に程よくて気に入ってます。ただ結構予約取るのが難しいので、割と早めに抑えないと予約で埋まっちゃうようなレストランです。で次パン屋は、パン屋もすごくおすすめ聞かれるんですけど、なんかパン屋さんってこっちの人のイメージって自分の地元でお気に入りのところがあって、自分の家のそばで毎日のように行くお店があるっていう感覚なので、あんまりわざわざパン屋のために遠くに行ったりってすることは普段ないんですけど、でもここのクロワッサンは本当に美味しいなと思うのは、サガンにあるメゾンディザベルっていうお店です。いつも人が並んでたりするんだけど、回転がいいのですぐ買えます。で特にね、ここのクロワッサンは本当に美味しいなと思います。クロワッサンもね、お店によって全然味だったり食感が違うんだけど、ここのはクロワッサンのこの周りはすごいサクサクで食感があるんだけど、中身はかなりもちっとしてて、バターの風味も感じられて、1個結構大きいんですけど満足感のあるクロワッサンで、しかもその回転がいいし人気なこともあって、タイミングがいいと焼きたてが食べれるので、必ずしも朝に行かなくても焼きたてを食べれる機会は夕方でもあります。あとおすすめのヴィンテージショップも聞かれるので、紹介すると、それは19区にあるイエマシーブっていうお店です。すごくキュートなね、エマちゃんがやってるお店なんですけど、ここは、アポイント制かなのお店で、土曜日は、アポイントなく開放日だった気がします。結構パリ古着屋さんだったり洋服屋さん多いっちゃ多いんですけど、日本みたいにこう綺麗に整ってないというか、割とこう雑多な感じのお店が多くて、一生懸命こう探さないと物が見つけられないっていうお店が多いんですけど、エマのこのお店はね、すごいオーガニゼーションされてて、めちゃくちゃ綺麗にこう物が並んでるし、ディスプレイがすごく美しくて見やすいで、セレクションも、日本のヴィンテージだったりもあるんですけど、基本的にはなんか白とか黒とかベージュとか、そういうベーシックカラーのアイテムが多くて、割と着やすいものが多いし、エマのセンスがすごく光るようなお店です。エリア的には、さっき言ったビュットシューモンという公園のすぐそばなんですけど、普段観光だったりで行くようなエリアではないので、きっとわざわざ行く感じにはなるんですけど、なんかちゃんとこうプレゼンテーションされた洋服屋さんっていうイメージです。みんなパリはそれぞれ好きなエリアっていうのがあると思うんですけど、私は個人的には19区、20区、11区、パリの地図で見ると右上の方が好きです。っていうのも、ベルヴィルっていうアジア街もあれば、今っぽいお店もあったり、お洋服屋さん、バー、キャフェ、何でも割と身近に揃ってて、センターまで出なくてもこのエリアでいるとローカル感も感じられるし、でも困ることはないので気に入ってます。なんかよく日本語のサイトでパリのことを調べると、だいたい18区、19区、20区は治安が悪いとかこう出てくることが多いと思うんですけど、正直住んでると全くそんなことはなくて、もちろん郊外に行くにつれて治安が悪い地域もあるのは確かだと思うんですけど、正直パリの中であれば19区、20区、18区も危ない目に遭ったことは私はないです。とはいえもちろん危険なエリアもあるので、絶対に安心というわけではないと思うんですけど、むしろセンターだったり観光地の方がスリだったりがいたりするので、むしろそっちの方が私にとっては危ないなと感じることが多いです。なのでローカルな感じを味わいたくて、こう、パリっぽいけどセンターの観光地とはちょっと違う雰囲気を味わえるのは、個人的には19区とかあの辺りかなと思います。皆さんのパリ滞在に参考になればなと思います。ぜひチェックしてみてください。最後に、スタイリング紹介したいと思います。今日はこれアーニーパロのサマーニットと、あとボトムスは前も紹介したニューヨークのブランドのスモールトーク
っていうニックとフィリップっていうね、私の大好きな2人がやっているブランドのハーフパンツです。これここシースルーになってるんですよね。夏っぽくて可愛い。で、私これサイズは S で着てます。 S でも少し大きいのでベルトをして履いてるような感じです。なかなか私ハーフパンツを履くことはないんですけど、今年の夏はチャレンジしてみたいなと思ってこのスモールトークのデニムのハーフパンツを履いてみました。ソックスにビルケンを履いて出かけます。で、あとこの前も紹介したことあるんだけど、このメガネの高木のサングラスをかけて今日は出かけたいと思います。